もし明日目が覚めて手足がなくなっていたら、あなたは絶望せずにいられますか。2022年6月、アメリカテキサス州の都市タイラー。うだるような暑さのその日、タイラーの街では野外音楽ライブが開催されていました。大音量で響き渡る陽気な音楽と割れんばかりの歓声、最高潮の盛り上がりを見せる観衆の中で眩しい笑顔を見せているその女性はエブリン・デイビス。最高、本当に来てよかった。普段建築会社の事務員として働いている彼女は、実のところモデル志望。華々しいミュージシャンたちの姿に同じように舞台上で活躍する将来の自分を重ねて見ていたんです。そしてエブリンはまだ知りませんでした、このライブが彼女の人生のターニングポイントとなることを。そう、エブリンはこのライブに参加したのをきっかけに手足を全て失ってしまうんです。野外ライブの参加をきっかけに手足を失ってしまった女性。モデル志望の彼女の夢を台無しにした想定外のアクシデントとは。女性の人生を台無しにしたその元凶は、あなたの身近にも潜んでいるあの病魔なんです。おざっす。最近沼という料理を作って食べているよ、ケンちゃんです。みんな、今から嫌なことを思い出させちゃいます。大掃除はやりましたか？というわけでですね、エミオさん。何ですか？最近ジム契約したんですよ。で、それにあたって食料も変えようと思ってですね、沼っていう料理ね、皆さん知ってますか？マッスルグリルさんがね、アルゴメント見てくれてるらしいんですよ。なんか以前聞いたことある。筋肉系の YouTuber がいて、その方が提唱しているね、なんか炊飯器でできるご飯なんですけど、ちょっとね、俺が作るとね、多分ちゃんと作ったらね、美味しいと思うんですよ。ちょっと作りに来てもらいましょうよ。そうだね。そんなわがままが聞くのかわかんないけど、やっぱりあれね、マッチョが寄ってくるのね、このチャンネルね。そうかもしれないね。我々もマッチョになろうかなっていうところで。私も？はい、ヤミコさんと一緒にね、ジムに行くんで、どっかインスタでね、様子上がるかもしれないんでね、ぜひよろしくお願いします。私はいいわよ、もう十分マッチョよ。でかくね、ヤミコ。本日は僕らの身近にも潜んでいる感染症にまつわるお話を2つご紹介します。この感染症のお話なんですけれども、ただの風邪でしょぐらい思ってたらですね、なんと手足を切断する羽目になったというね、こう恐ろしいお話なんですよ。そんなもう今の時期なんてちょっと咳でもしたら、あんたこんな話聞かされたら寝るに寝れないじゃないの。その手足切るの？そうなんですよ。やば。今の時期感染症って言ったらインフルエンザとかね、気をつけてるものあるだろうし、めちゃくちゃ怖がらせるわね。まさしくね、一つ目のお話は今ね、猛威を振るっているインフルエンザにまつわるお話なんです。夢を絶たれた少年。最初の舞台は2023年8月上旬、アメリカテネシー州ナッシュビルバンダービルト大学モンロー・カレル・ジュニア小児病院の病室で憂鬱そうに天井を見つめるその少年はマティアス・ウリバ。文武両道を地で行く彼は学校の陸上部で優秀な成績を残していたほか、趣味のピアノも友人がうっとりするほどの腕前、勉強も得意で将来はマサチューセッツ工科大学に通いエンジニアになることを夢見ていたんです。しかし僕はもう前みたいにマラソンも走れないし、ピアノを弾くこともできない。インフルエンザにかかっただけでこんなことになってしまうなんて。つい最近マティアスはそんな順風満帆な生活を全て失うことに。そう、彼はインフルエンザをこじらせたことをきっかけに手足を全て切断してしまったんです。事の発端はこの時から約1ヶ月前まで遡ります。2023年6月下旬、マティアスは自室のベッドで体温計を眺めながら横になっていました。苦しい。マティアスは数日前にインフルエンザを発症、連日40度近い高熱に悩まされていたんです。何日も熱が下がらないせいか発疹が出てるわね。お医者さんは安静にしていれば良くなるって言うけど。そう、マティアスは最初に発熱してから2度病院で診察を受けていました。症状は通常のインフルエンザと変わらず、薬を飲んで自宅療養すればすぐに良くなると思われていたんです。しかしそれはマティアスの高熱が1週間ほど続いた頃、マティアスしっかりして。容体を急変させ、家族の呼びかけに返事さえできなくなってしまったマティアス。彼は肺炎を引き起こし低酸素状態に。そして搬送先の病院で心停止してしまうんです。お医者さんは普通のインフルエンザって診断したわけでしょ？それがなんで心停止なんてことになっちゃうわけ？実はね、数日寝込んでいる間に普通のインフルエンザではなくなってしまったんです。心停止しました。心臓マッサージを開始。心停止してしまったマティアスはその後の蘇生措置の結果6分後にどうにか息を吹き返します。しかし予断を許さない状況は続いており、彼は最新鋭の設備が整えられたバンダービルト大学モンロー・カレル・ジュニア小児病院へ移送されることに。ここから約2週間、マティアスは低酸素状態を回復させるべく体外式膜型人工肺という生命維持装置で治療を受けていたんです。そして迎えた2023年7月20日、お父さんお母さん、息子さんの命はなんとか助かり
そうです。ただ彼の命を救うにはもう手足を切断する以外に方法はないかと思われます。長期間低酸素状態にさらされたマティアスの体には十分な血流が行き届いておらず、その手足は完全に壊死していました。陸上競技にピアノ、そして将来の夢であるエンジニアの勉強、あらゆることを楽しんで取り組んできたマティアスが手足を失うことは二度とその充実した日々に戻れないことを意味していました。そうですか、わかりました。それでマティアスが生きられるのなら、震える手で誓約書にサインしたマティアスの両親。こうして翌日の7月21日から8月1日にかけて、マティアスは左右の膝下と両手首から先の切除手術を受けることに。周りのみんながなるようなインフルエンザだと思ってたらよ。両親とかマティアスの気持ち考えるとさ、もうやるにやりきれないっていうか、もう胸が張り裂けそうになっちゃうわよ、これ。きっかけはね、本当にインフルエンザだったんですけれども、ただマティアスの症状は明らかにね、インフルエンザとは違うんですよ。実は彼のね、インフルは別のね、恐ろしいウイルスを呼ぶきっかけになったんです。悪魔のウイルス。マティアスの担当医は彼が重篤な低酸素状態に陥ってしまったことについて次のように説明。マティアス君は激症型溶血性連鎖球菌感染症を患っていました。インフルエンザで肺や気道が傷つけられて免疫力が低下していたため、通常なら撃退できる細菌の増殖を防げなかったんです。この激症型溶血性連鎖球菌感染症はですね、別名人食いバクテリアとも呼ばれる本当にね、恐ろしいものだったんですよ。名前が怖いよね。というわけで本日のメトラキーワード、激症型溶血性連鎖球菌感染症について。激症型溶血性連鎖球菌感染症は1987年にアメリカで発見された感染症。溶血性連鎖球菌は子供の風邪の原因としても知られている細菌なのですが、急激に増殖すると血圧低下などのショック症状、筋肉や筋膜の壊死、多臓器不全などを引き起こすケースがあるんです。1時間に数センチというとてつもないスピードで手足の壊死が進行することもあり、その症状から人食いバクテリアの異名が名付けられているんです。激症型溶血性連鎖球菌感染症は日本でも例年100人以上の感染が確認されています。とはいえ患者はそのほとんどが60代以降の高齢者。マティアスの場合はインフルエンザによる免疫力低下がきっかけとなりましたが、これは非常に稀なケース。増殖の原因がはっきり分かっていないのもこのウイルスの怖いところ。通常10代の若者がかかるはずもないその病気によって手足を失ってしまったマティアス。両親は絶望的な状況に立たされた彼に向かいこう語りかけるんです。父さんたちはマティアスの手となり足となり支えていくことを誓うよ。まずは義手や義足を使ってみよう。エンジニアの夢だってきっと叶えられる。そんな両親の気持ちに応えるかのように、マティアスは闘病生活の中で言葉では言い表せないほどの精神的強さを見せているといいます。陸上競技にピアノにエンジニアの勉強、何にでも積極的に挑戦してきたマティアスの人となりは前向きな言葉をかけ続ける両親あってのものだったのかもしれません。マティアスの元には友人が開設したクラウドファンディングを通じ、すでに4500万円もの支援金が集まっています。そしてこの動画も彼がいち早く日常生活に復帰するための一助となることを願います。もしマティアスのね、このクラウドファンディングに興味ある方がいれば、ハッシュタグミラクルフォーマティアスで検索をね、かけてみてください。続いてのお話は、アメリカ・テキサス州の若き美女を襲ったお話。ある野外ライブを訪れたことをきっかけに、彼女の人生は大きく狂っていくんです。街中に潜む脅威。2つ目の舞台は2022年6月、アメリカ・テキサス州の都市タイラー。みんな乗ってるか？この日、街で開催されていたのは多数のロックミュージシャンを集めた野外ライブ。最高潮に盛り上がる観衆の中、エブリン・デイビスは瞳を輝かせ、ステージに歓声を送っていました。エブリンは建築会社で事務員の仕事をしながら、将来的にはモデルの世界での活躍を夢見る女性。ジャンルこそ違うものの、華々しいステージに立つ面々は彼女の何よりの憧れだったんです。本当に来てよかった。これでまた明日から仕事を頑張れるわ。そう言って満足げにライブ会場を後にしたエブリン。この会場に設置されていたあるものが、後に悲劇を招くなどとはこの時の彼女には知る由もありませんでした。そしてエブリンに異変が訪れたのは彼女がライブを楽しんだ3日後。体がだるい。ライブ会場で風邪をうつされたのかな。朝起きると同時に倦怠感を覚えたエブリン。この時彼女は40度以上の高熱に侵されていました。しかしその日はしばらく安静にしていると熱っぽさもマシになったため、彼女は病院に行かず自宅療養を続けていたんです。もしこの時病院へ行っていればエブリンは大事に至らずに済んでいたのかもしれません。そして迎えた翌日、エブリンさんしっかりしてください。病院へ搬送されたエブリンに医師は必死で呼びかけますが、彼女から反応はありません。運び込まれたエブリンは完全に錯乱状態。そしてこの後彼女は意識を失い16日間も昏睡状態に陥ってしまうんです。16日も昏睡状態ってこれ明らかに風邪じゃないわよ、これ。そうなんです。エブリンがね、再び目を覚ました時に彼女は非常に辛い現実を突きつけられるんです。
2022年7月2日、エブリン、よかった。目を覚ましたのね。昏睡状態に陥っていたエブリンはその日、ようやく長い眠りから目を覚ました。ママ、私。16日間の眠りの中で、彼女はセレブ家庭の一員となり、ビーチリゾートを満喫する突拍子もない夢を見ていた。しかしそれは、一時のまやかし。エブリンは体にのしかかる何とも言えない気だるさから、病院へ運び込まれたあの日のことをゆっくりと思い出した。目を覚ましてくれて、本当によかった。意識不明になった時は、最悪の事態も覚悟していました。安堵の様子でそう語る医師の姿にエブリンはようやく自分が置かれていた状況の深刻さを察する。そして助けていただいてありがとうございます。握手の手を差し出そうとした彼女はついに自分の体に起きている異変に気がついた。エブリンが差し出したその手は真っ黒に腫れ上がり、すでに感覚もなくなっていた。残念ながらあなたの手足はもう。風邪のような症状に見舞われていたエブリンですが、実はその正体はレジオネラ症。彼女はあの日、ライブ会場でレジオネラ菌に感染し、肺炎と多臓器不全を併発。昏睡状態にあるさなか、臓器の回復に血流を回さざるを得ず、手足への血流が断たれてしまった結果、彼女の四肢は完全に壊死してしまったんです。めちゃくちゃ辛いじゃない。何これ。レジオネラ菌ってさ、聞いたことある気がするんだけど、これその感染源がライブ会場のどこかにあったってこと？まさにその通りなんです。しかもこれですね、ライブ会場だけではなく、結構ね、街中の至るところにも存在するものなんです。エブリンが感染したレジオネラ菌の感染源、それはライブ会場に設置されていたミストシャワーでした。レジオネラ菌は水中や地中など自然界に広く存在している細菌。20度から50度前後の水温であまり循環していない水中において特に増殖しやすいとされているんです。ライブ会場ではそんな清潔とは言い難い水がミストシャワーとして散布されており、エブリンはその水を浴びた結果レジオネラ症を発症してしまったんです。レジオネラ症は初期症状がインフルエンザと酷似しており、そのせいでエブリンは病院へ行く判断が遅れてしまったのでしょう。ミストシャワーから感染するなんてさ、もうそんな騒ぎまくってライブ会場で盛り上がってる最中にこんなこと思いもしないわよね。せっかくね楽しんでたのに、ひどい話ですよ。ひどいわこれは。日本でもね、銭湯とか家庭用加湿器とかね、レジオネラ菌に潜んでるんでね、皆さんもねほんと気をつけていただきたいんです。結局エブリンは両足の膝下、右腕は手首から上、左手は肘から上の切除手術を受けることに。ただ驚かされるのは手術が終わった際のエブリンの精神状態。彼女は手足がない状態で目覚めるとこう思ったというんです。まあ仕方ないか。その後医師はエブリンに以前のように歩けるようになるのは困難と説明。介護施設への入所を勧めますが、彼女はいい意味でその予想を裏切るんです。私は絶対モデルになるのよ。負けず嫌いなエブリンはなんとそこから数ヶ月で義足を使いこなせるようになり、自力で20メートルも歩けるように。彼女は現在複数の義足や筋肉の動きを感知して動く義手などを使い、作業療法、理学療法、プールでのトレーニングなどあらゆる角度からリハビリを行っています。そんな日々の中で自動車教習所にも通い、自分の体の特徴を生かし障害者モデルとして注目を集めるなど、さらに充実した毎日を送ろうとしているんです。エブリンは今後社会福祉の学位を取得し、自分と同じような障害者を支援する仕事に就きたいとも話しています。このようにエブリンは手足を失った自分だからこそできることを考え、現状を悲観せずに日々を送っているんです。僕らの人生を一瞬で狂わせかねない危険なウイルスは日常のあらゆる場面に潜んでいます。大切なのは重篤化する前に原因を突き止めること。病院に行くほどではない。その油断が時として命取りになってしまうことを決して忘れてはならないんです。